おはようございます。フェイです。今回は瀬戸の穏やかな気候がとても心地いい岡山県をキャンピングカー車中泊旅。兵庫県在住の私たちにとってお隣の岡山県は知っているようで全く知らない未知の土地。そんな初めての岡山県キャンピングカー車中泊旅は驚きと発見の連続となりました。それでは瀬戸の穏やかな気候と岡山県の人の温かさを感じたキャンピングカー車中泊旅。本日は後編をお届けします。よろしくお願いします。母ちゃん、はい、行き先に迷ってたんやけど、最初ドイツの森に行こうかなと思ってナギが走れるんやったら、でももう暑い、今もう1時やからね、暑くてちょっともう無理やなってなって、でこれからですね、日本一の駄菓子屋さん売り場っていうんだったと思うんですけどが近くにあったんですね。でそこに行こうかなと思って、でそこでね、普段よく頑張ってくれてるダンスメンバーたちとお土産屋の駄菓子の詰め合わせでも買おうかなと思って、そうそうそう、自分たちはあんまり食べられないそいつらには食べると思ってして買いに行こうかなと。でそこへ行くのに岡山ブルーラインっていう道を通ると思うんですけど、それは多分ね、なんかこう景色がね綺麗なんじゃないかなと予想してるんですけどね。でそこにね、あと15キロちょっとかな、で着くんですけど、行きたいと思います。およそ暑いのでクーラー入れてます。そうそうそう、もう暑いんでエアコン入れてます。もうナギがね、かなりハーハー言い出したので、もうクーラーつけちゃいましたまだ4月の2週目なのに早なんかね、季節が早くなりましたね。じゃあ行ってきます。あれ左のや、日本一の駄菓子売り場。目的地周辺です。でっかい。でかいな。めっちゃでかいな。でっかい。すごい。全部お菓子ってこと？すごいね。前の車も。みんな行くんじゃん。みんなお菓子買いに行く。お菓子買いに行くやん、みんな。でうちも行く。10時から17時まで。空いてるやんな。空いてる。こんなとこなんや。日祝もやってる。じゃあ休みないんだ。うわ、ゆこさん来てはるやんね。すごい。母ちゃん、はい。日本一の駄菓子売り場に着きました。はい。で駐車場ね、すっごい混んでたんですよ。そしたらガードマンの方にキャンペーンカーは向こう行ってくださいって言われてでここをまっすぐ行って降りて上に行ってって言ってもう裏の裏にされましたでもね、裏の裏で、駐車場ねこんな感じなんですけどついてるドーンね、誰もいない。よかったね。ここでいいよね。こういうとこの方がね気が楽でいいですね。本当ちょっと歩くのはもう俺歩くの全然いいからね、こういうところの方がいいですね。皆様にご迷惑をおかけしないので救急で入ってもドア開けへんとかなったらね大変なんで、幅も広いですからね。もうここだったらこれぐらい幅余裕ありますから、いいです。じゃあこれからね日本一の駄菓子屋さん楽しんでいきたいと思います。めっちゃ楽しみ。かいちゃん、書いてますよ。書いてます。日本一の駄菓子売り場。すごっ。こんなとこに日本一。本当すごいね。子供の頃に買いたかった。なんか100円とか200円持って駄菓子屋さんに行ったら、10円20円のなんかもうばっかり買って50円ぐらいの買えなくて、セコイアチョコレートとか好きやって。セコイアチョコレートってさ、あれって俺の時代20円やったと思うねんけどな。棒みたいなやつやろ。そうそう、棒の20円やったと思うねんけどな。30円じゃなくてなんか25円か30円とかそんなのだった。25円になったんは後やな20円やったわ多分俺はあれ買うと他のものがなんか買えないから、なんかよくね
ソーダのアイスでもダブルソーダとかって割って食べるやつ。あれ初めあれも20円やったと思うね。で30円になって、で30円になったらチロルチョコとガムのこう箱に入った4つ入りのオレンジとかイチゴとかのあれを買ってたっていう思い出がありますね。じゃあ日本一の駄菓子屋さん。オリーブだった。これこんな種類いっぱいあったの。40円もすんのか。これあったわ。これ懐かしい。これ買ってた。これやな。これでもなんかちょっと自分が大きくなったからちっちゃなってる。何やったかな。はい。これやったな。これあったわ。昔はね、こういうのをさ、1本ずつお金を払って、串を自分の手で蓋開けてな、自分の手で取って食べてたよな。そう取ってね。今やったら衛生的に大問題やろな、そんなしたら。大問題やね。いい時代やったやな。母ちゃん、はい、だいぶ買いましたね。はい、ゲットしました。めっちゃ楽しかったね。楽しかったね。なんか懐かしかった。いろいろ懐かしいな。なんかでもあれですね、やっぱり昔自分たちが買ってた時代と駄菓子をですね、今は値段もね全然違うもんですね。やっぱそりゃそうやな、物価も上がってるからそうなるのな。それでもなんか何十円って見るとなんか懐かしく感じるね。嬉しくなっちゃうね。駄菓子だなっていう感じがしましたね。それで計算しながら。そう本当になんかね、もう片手で足りるぐらいの計算でしたけどね、その時は。懐かしい。どんなん買いました？ねえ、これ懐かしいもんばっかり買いまして。これのオレンジやったな、俺は。10円で。でもなんかやっぱり箱がちっちゃくなったような気がすんねんけどな。確かにちょっとちっちゃくなったかな。もうこれもね、よく買った覚えがあるわ。父ちゃん的には一番はどれですか？一番はなんせお腹が減ってたんよ。でお腹が減ってる時にこれがね結構よかったわ。20円やったな。私的にはこのよっちゃんイカ、これね食べたら美味しいんだけど、この色がちょっとね最初なかなかこの宮古昆布とかをさ買う人ってさいてはったわ。子供やの。同学年で。でもすごいね。ちょっと大人やね、やっぱりそういう子って。なんかこういうのをさ、これ量より質を選ぶ人ってちょっと大人やなと思った。もう俺量しか選んだから。なんせ量ばっかり選んだと思う。もう T シャツでいいぐらいやな。中着てんのも1枚。そうか。ないけど母なるわな。クーラーも入れながら、でもちょうど風が通ってて気持ちいいわ。バーコの大きい窓で両サイド開けたらめっちゃ風通るな。気持ちいいね。じゃあちょっといただこうかな。はい、どうぞ。小腹が小腹が空きました。はい、どうぞ。ありがとう。せんちゃんごめんね、いただきます。これは醤油とかつけんのこのまま？このまま。つけてもいいけど。このままやな。もう塩味ついてるから。海外の人分かれへんから。これね、柿の葉寿司って言って、これ柿の葉やねんな。これがね。で、この中にこうやって包まれてて、で、こういう感じで、これはサバなんですけど。サバと酢飯があって、でこれでお塩とお酢とか、そうやね、お酢とお塩かな。味付けはでもいろいろやろうな、多分そこそこでやって、でこういう風に巻かれてて、こう少しほのかにこの柿の葉のね、葉っぱの香りがするんですね。でこれをこのまま
こういう感じでいただくとすごくこの魚の風味もよくって、であと生臭さも消えるんですね。なんか美味しいですね、本当に。僕のはないんか。僕のはないんか。だってにゃんちゃんおやつないんだもん。なんで？今合わせたね。なんて野菜食べる？食べる。食べる？食べる。すごいね、推しが。じゃあ母ちゃん、日本一の駄菓子売り場、出発しましょう。近くにある道の駅へ行こうと思います。今日はねドイツの森へ行こうと思ったんですけども、ドイツの森はちょっともうね今回はやめておこうかなと。また次回に置いておきます。じゃあ出発しましょう。目的地に近づきました。案内を終了します。ここまでの使用時間は27分です。運転お疲れ様でした。景色がねすごく綺麗ですね。こんな感じ。すごーい。でね、ここにはねミニ鉄道が走ってるみたいな。そのタレントさんみたいな感じでちょっと乗ってみたいね。とりあえず反応しろみたいにマネージャーから言われてる人みたいな。そんなことないっす。ね、すごいね。すごいね。すごいね。乗ってみたいね。乗れるのかな。でなぎちゃんはここで、ここまで来るのに、ああいう遊園地の中を通ってきたんですよ。そしたらまた一人興奮して僕ジェットコースター乗れるんか。身長足らんやろっていう感じでしたけどね。まあこれも勉強ですね。ちょっとずつね。だんだん歩けるようになるかなと思って。なります。今道の駅一本松展望所を出発して、少しねナギが走れる場所がなかったんで、もう一つ近く7キロぐらい離れたところに道の駅があるんで、そっちの方にもしかしたら走れる場所があるかもしれないなと思って、で河川敷にね行こうかなとも思ったんですけども、それだと広島方面にね行かないといけないんで、少しね遠くなりそうだなと思って、姫路方面、神戸方面に帰っていく側で走れる場所がないかなと思って今探してます。まあね、ナギがね、もう狭いところにグーってなっててかわいそうなんで、ちょっとねすっきりさせてあげたいなと思ってますけどね。あればいいですけどね。まあ行ってみます。右です。右ですって言ってると駐車場左の方がいい。ここは道の駅黒い山グリーンパークかな。でここでね少しだけですけど、ね、芝生があるんで、そこでねナギを走らせたいなと思います。
こ行けそう。ねえ、よかったね、ここ。やっと見つかりました、ね。結構なかったな、本当に。本当やね。来てみないとわからないね、これね。もう走れななぎは上がるからな。やっと走れるわ。よかったね。よかったな、ほんまに。しかもステージまであるし。なげや、嬉しそう。でっかいね。うわ、ありがとう、父ちゃん。なげ、うわ、父ちゃん。こういうやつかな。ちゃういちいちトレーニングせんでいいから、もう素直に行ってよ。はい、登るのよ。あ、結構滑るわ。気ぃつけ。また間抜けな音出しようね。勢いはいらないので。はい。気ぃつけ。また間抜けな音出しようね。ほんでそこは滑るときはお尻で三角座りやろ。お尻つくの？うん、お尻ついてやで。破れへん。大丈夫それズボン。やめといた方がいいんちゃうズボン。そうだね。お尻つかん方がいいで。いやめっちゃやばいわそれは。もうなんか靴がほら勝手にお尻破れるで多分。もうめんどくさいな。うわあかんあかん。今中途半端にいったね。怖っ。人生で初めて母ちゃんの運転に乗ってます。一応免許持ってるんですよ。一応免許持ってますけど、オートマ限定ね、はい、でもちろんこの車はオートマですから。で私がねなんかあった時に一応ですけどね、運転少しでもね分かっておかないと。もう何年ぶりに運転ですかこれ？いやもう何十年ぶりです。何十年ぶり。はい、今とりあえず右回りしかできないです。時計回りに回ってって延々続いてますけど。この車結構大きいですね。大きい。まあ大きいな。まあ確かに普通にしたら大きいよね。車幅が全然わからない。全くの。すごいね。じゃあもう倒れた時は、この速度でだったらなんとか帰れます。この速度ってアクセル踏んでへん。右のミラー見てくださいね。右のミラー、はい。人巻き込みがないか。はい。じゃあそこから、じゃあこの辺で止まりましょう。一回ブレーキ踏んでください。はい。じゃあバックをしてみましょう。で両方のミラーを見て、でこのモニターを見て、もうこの3点でバック。はい、ゆっくりね、ゆっくり。後ろがどこまであるのかがちょっとわからない。なんか溝があるね。これが後ろの際だから、これを見ながらですね。とりあえずまっすぐバックでいいですよ。まっすぐバックで。ハンドル切ですか？ハンドル
教習所の先生みたいになってゆっくりゆっくりうん、ゆっくりでいいです。モニターまだあるね。この線まで下がってみようか。これがどこまで？もうちょい下げてみて。もうちょい。もうちょい。ギリギリ。もうちょい。やばくない？まだいける。そう。はい、そのあたりで。はい、今多分ギリギリぐらいかな。なるほど。で P。ハンドブレーキ引いて。ハンドブレーキを引いて。ね、はい、OK です。じゃあ見に行ってみましょう。みんなが怖っ。めっちゃ怖い。どうでしょうか。めっちゃ斜めやな。めっちゃ斜めですけどね。まあいいんじゃないですか。ちょっと何十年ぶりでいいね。びっくりしましたけど、まあいいと思いますよ。とりあえず倒れた時はそう、もうなんとかなればいいんだから無理に運転しなくてもいいと思います。すごいよかったね。成長しました。はい、よかったね。ちょっと脳が活性したやろね。ちょっと変な汗出てきましたじゃあ今からですね、和気うがい谷温泉っていうところへ、ここから22キロぐらい走ったところにあるんですけども、そっちへ行こうと思います。でそれはね、山手なんですよね。で今日車中泊させていただきたい道の駅は海沿いなんですよねだからまた今海沿いにいて山に行って海に戻るみたいな。でその後に、別に高速道路のパーキングとかでも車中泊はいいかなとも思ったりはするので、もうちょっとその辺りをうろうろして山手から帰っていくっていうのでもいいかなと今は思ってます。じゃあ出発したいと思います。You're like a song that I sing in the morning on a perfect holiday. You're like the warmth of the sun on my skin when clouds look gray. You're like the joy of a trip that's coming to a place with ocean view. You're like an old familiar friend when all is new. Strumming on a first summer day. You're like the scent of coffee brewing in the morning. You're like the crackling of a fireplace on a chilly winter night. You're like a cabin made for two while inside is snowing. P2 目的地に近づきました。案内を終了します。ここまでの所要時間は33分です。運転お疲れ様でした。私がなかったらさっきのとこ降りるか。母ちゃん、和気うがい谷温泉に着きました。今からお風呂入ります。何でした？特にない。やばい。やばい。お風呂行ってきます。妙なニヤの日焼け笑い。出た。顔出しすぎやねん、いつも。慌てて逃げるっていう。
行きましょう。めっちゃ混んでますけどね。まあ土曜日だから仕方ないね。よいしょ。かえちゃん、お風呂どうでした？あ、良かったです。よかった。よかった。お湯良かったわ。ね、なんかちょうどいい適温で、広かったですね。広かったです。すごい。でもめちゃめちゃ混んでました。あ、そうですか。めちゃめちゃ混んでる。洗い場とか、もうすごい取り合いになってました。取り合い。すごいね。つかみ合いやん。にはなりませんけどね。それぐらいの印象でした。でもお風呂はね、大きい湯船も大きくって、そうですね。全然余裕で入れましたね。なんかでもすっきりした。今日一日ね、結構汗もかいたしね。そうです。気持ちよかったです。じゃあ凪のところに入れます。気持ちいいね、母ちゃん。T シャツでちょうどいいぐらいですね。本当に気持ちいい。キャンピングカーが止まってる。あれでもさっきのはあれやったな、コルドリーブスやったから、あれは違うね。今季初のクーラーですね。早い。じゃあバッテリーちょっと押してもらって。はい。95です。あれ出力20ワットしか出てないやん。そんなにガンガン引いてないからかな。それでも結構冷たい風出てるよね。出てはいるけど、風力はそんな強くないね。あれこんなもんやったっけ？もっと出るよな。夏場とかってめちゃめちゃ出るけど、周りの気温がそんなに高くないからかな。かもしれないね、外の気温。こんなもんなのかな。いや、多分違うと思う。外が暑かったら。そうやな、もうガンガン出るもんな。こんなんじゃ済まなかったと思う。そんなんで済んだらいいけどな。もっともっと桁が違うよな、全然。多分。今温泉からね、戻ってきたんですけど、これからですね、本当は、道の駅3つに行こうかなと思ってたんですけども、もうこのまま高速道路に乗って山陽道に乗ってで山陽道のどこかのパーキングエリアで今晩は休ませてもらおうかなと思います。明日の朝なんですけど、明日の朝はね2人ともちょっと用事がお仕事があって朝だいぶ早くにね出ないといけないんで、多分5時半ぐらいには出発しないと間に合わないって感じですかね。ほな家帰れって感じですけどね。もうギリギリまで旅を楽しんで、しっかり仕事しようと思います。はい、じゃあ今からね移動します。およそ300メートル先、料金所です。母ちゃん、今日の晩ご飯は何になりますか？炊き込みご飯です。炊き込みご飯、さっきぶっこみご飯言ってた。今日はぶっこみご飯。炊き込みご飯ね。買った魚をね、お刺身にしてもらったやつを切って、切り身として入れてね。って私がやるんですね。やらなあかんな俺が。そやな。
いいじゃん。美味しそうです。じゃ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 ん。香ばしい匂いをお届けできないのが残念です。一人やったら寂しいやろ。じゃん。まだやん。まだやん。そうそう、母ちゃん、なんかコメントで質問が来とってね、はい、母ちゃんに。母ちゃんに。そのスタイルを維持するのは、はい、結構ご飯とか動画で見たら食べてますよねって来てて、でどうやってそのスタイルを維持してますかって来てましたよ。多分結構気になってる人が多いんかも。結構食べてるってよく見てくれてるんですよね。いやもう私は食べるのは我慢できないので、もうね、健康的に毎日笑うことぐらいしか意識してないです。よう言うわ。めっちゃ筋トレするやんけ。これは混ぜないでください。はい。母ちゃんこれすごいね、やっぱりね。なんかすごいでしょ。すごい。でもシャシャっとこの辺に炊き上がったらもうごっちゃごちゃにしちゃったら美味しいんちゃう。何食べてるか分からへんけどいいんちゃう。こんなアコを炊き込みご飯に入れると知らんわ。こんな贅沢していいんか。本当ね、アコなんてね。もうこれにしとこうかな。穴子ちょっと入れたらもうぐちゃぐちゃなるわ。いやね、もうこれにしとこう。パンパンになりそう。もうこれで炊くで、ほんなら。これやろ。味付けしてくれたよね。した。これで多分いけると思う。ちょっとメニュー見なあかんか。白米でなんか早炊きなんか2つしか多分選ばれへんから。炊き込みってあるで。じゃあ炊き込みにしとくわ。ちょっと一回やってみようか。やったことないしね。はい、じゃあこれで。はーい。大量やな。大量なんか上手にできないからしそを買ったけどね。そうやったね、忘れてたね。穴子ね。穴子の目の前で焼いてくれてたからね。その時食べたらな、それはもう最高美味しかったよね。その時食べられへんからな。うわー、匂いをお届けしたい。わー、ちょっと香ばしい。もわーんって言ったもわーんって言った煙を届けるために言ったよ。もわーんっていう煙とあなたっていつも表現と言葉ミックスしてやるよな。網戸をね使ってしてるんですけどね、今はねもう虫が多くなってきて、でねどっかからやっぱ入ってくるんですよ。最初この継ぎ目から入ってくるのかなと思ったんですけど、どうもねここからねこの間が開いてるのかな。なんかもしかしたらこれが外とつながっちゃってんのかな。窓が開くとですね、なんかこっからね昼間もね入ってきたんですよ。で今もねこっから入ってきたんで、またちょっと開いてるところがあるみたいですね。窓全体的にここだけのこの窓だけじゃなくて他の窓からも入ってきたんで、ここがちょっとね隙間が気になりますね。
夏場電気つけたらね、もう虫がすっごい寄ってくるんで、ちょっと何か考えないといけないかもしれないですね。炊けたんでちょっと開けてみますね。どうかな。お、すごい白い。白いね。ちょっとイメージとちゃうわ。白いな。あれ？白いね。まあちょっと混ぜたらね。うん、混ぜてみて。二人とも感想が白い。じゃあちょっと混ぜてみようかな。あ、まあ米、いい感じじゃない？でも白いね。これもういい？混ぜてぐちゃっと。うん。はい、かいちゃん食べて。どう？美味しい。ちょっと食べさせて。わ、めっちゃ魚が美味しい。魚美味しい。あ、ちょっと塩少ないな。そうそう、だからこれわざと。いや、でも魚美味しいわ。これでいいな。これでいいわ。ちょっと塩少ないかな。気持ち少ない。でも後で足せるし。足せるね。ちょうどいい感じ。はい。少し。最初は。何それ。なんかてんこ盛り入れてからちょっと。そうです。乗せてもいい。そうやな。新生姜買ったから新生姜入れてもよかったんだけどね。やっぱ新生姜か。はい。美味しそう。じゃじゃん。でもちょっとね、色が薄いからあんまりなんか炊き込みご飯が伝わらないって感じかな。まあお醤油じゃないからな、入れたのが。ポン酢飲んでちょっと酸味がある。こんなあれでね、ちょっと角井田さんのね、美味しいやつだ。黒酢だから。でこれがね、家内が切ってくれたお刺身です。切ったね。美味しそうでも。マゴチとアコ。こっちがアコかな。こっちがマゴチ、こっちがこれがあれ？もう分かれ。あれなんで。大丈夫。で、これがイワシで、これがアナゴですね。じゃあいただきましょう。いただきます。じゃあいただきます。じゃあまず炊き込みご飯。まあでも、もうちょっと塩入れてもいいけど、魚とか椎茸の風味はこれで十分感じるね。出てるね。美味しい。素材の旨味が出てるね。ナギはね、例によってね、もう疲れ果ててね、もう最近ずっとこのパターンやな。疲れ果てて寝てますね。もう無理に起こさないで、もうこっちに寄ってって言ったら多分来てくれると思うんですけど、もうだいぶ疲れてるみたいなんで、お二人でご飯します。じゃあ母ちゃん、どっちから食べますか？これマゴチやね。あれこれやね。こっちこっちしてる。今食べたアコやで。しまった。こっちにかけてこちこちしてるって全然かかってへんし。ナギもびっくりやな。寝てたのに起きてきた。僕もちょうだい。いや、そうやな。ナギもちょっと1個あげよう。はい、じゃあどうぞ。はい。はい、おいしい。はい、おいしい。はい、おいしいね。はい。あんまり生魚あかんよ。一つだけ。一つだけやな。こんばんはね。岐阜県で買ったワニのクラブのコーヒーいただきます。
ここは高速道路のサービスエリアなんで周りにトラックがね多いですね。窓を開けるとねかなり音しますね。窓閉めたらねあんま気にならないんですけど、窓閉めてたらほとんどどこやなここって思うんですけど、窓をね開けると周りにうわーっていう音がねしっかりしますね。そう、それとね今日昼間に行った日本一の駄菓子売り場で買ったこの紙袋、これ可愛くないですか？これめっちゃ気に入ってるんですけど、昔このね10円で売ってたガム4つ入ってたと思うんですけど、当たり付きのね、これがそのままね紙袋になってるって、なんかありそうなのにこれってあんまりなくって、なんか可愛いなと思って家内にねお願いして買ってもらったんですけど、これねちょっとお気に入りです。特にオレンジ好きだったんで。母ちゃん、はい、コーヒー入りました。じゃあ母ちゃんコーヒーいただきましょう。ただいまの時刻はもう遅くなっちゃいましたね。相変わらず11時33分ですね。で明日は5時半ぐらいに出発しないといけないかな多分5時に起きてもう5時半ぐらいに出発するって、もう起きたらすぐ出発っていう感じですね。仕事がね2人ともあって別々なんですけどね、なのでちょっとね頑張って起きて、それでもねギリギリまで旅を楽しめるのはキャンピングカーのすっごい大きな利点だと思いますね。なかなかこんなん宿泊施設泊まっててできへんもんね。いやーもうなんか自由な時間自由にね、そうだよ、できるしね、本当にね、ご飯遅く食べてもいいし、本当に別にねなんか作らなかったも作らないんだったら作らなくてもいいし食べたかったら食べればいいしみたいなね、どこで寝てもいいし、そうそうどこで寝てもそれがいいよねいやでも今回岡山再発見ですね。岡山ってね結構私たち兵庫県在住なんで、岡山って隣の県なんであんまりなんかこう通過することはあってもそんなにこうゆっくりなんか、ね、回ったこと初めてやな。今までねゆっくり岡山をね楽しんだことがなかったんですよね。蒜山高原とかあっちの方は行ってたんですけど、でもこう海の方って言ったら瀬戸内なんで、瀬戸内つながりでなんかこう自分たちの地元でも、瀬戸内海だしみたいな、なんかこうそんな変化がないように思ってたんですけど全然違うかったね。なんかすごい良かったね。すっごい良かった、すごい良かったね、お店の店員さんとかもねどのお店に行っても親切なんですよ。なんかこうムラがないんですよ。皆さん親切で、岡山の人ってすごい丁寧やな。なんか結構なんか親切でさ、ね、なんかすごいだからお魚さばいてね、何度も言いますけどお魚さばいていただいたのでもめっちゃ丁寧にね手でこうやってね最後まで骨を探してくれるんですよ。お魚ね、自分も釣りが好きなんでお魚さばくんですけど骨取るの自分が食べるのでもですよ、もうめんどくさいなと思って、もうね骨抜くのやめても中骨のとかでズバッと2つに分けてね、大きいのだったら形になるんですけどちっちゃいのとかやったらもうこんなになるのに骨ね取ればいいんだけども、それがなかなかにね面倒で、それをねこう丁寧にね3人ねさばく職人さんの方がおられたんですけど、皆さんね若い方もおられたけど丁寧にやられてましたね。だから岡山の人って丁寧なんやなと思ってね。他のねレジの人でもそうやけど、みんななんか感じいいわって、今回いろんなとこでね物買ったけどね、どこでも感じがいいっていう、本当にそんな風に思いました。岡山よかったね、いい旅やったわ。時間はそんななかったけどいい旅やった。そうやね、なんか充実してました。そうやな母ちゃんが言ったみたいにどこ行っても当たりやったっていう
ああ、じゃあコーヒー飲んで寝るようにしましょう。言ってる間に起きないとな。本当に眠たいわ。ただいまの時刻は12時34分ですね。結構遅くなりましたね。なんやかんやしてたらいつも遅くなるんですよね。明日はね、もう朝早くに起きて出発するっていうだけになっちゃうんですけども、今回ね、岡山県に行ったんですけど、岡山県ね、なんかね、知ってた気になってました隣の県なんで、なんとなくね、こんな感じだろうみたいに思ってたんですよ。でも今回岡山県をね、キャンピングカーで旅をしてみて、旅をしたって言ってももう実質一泊みたいな感じだったんですけど、またね、ゆっくりね、岡山県を3泊ぐらいでね回ると、これは面白いなと思って、海の幸もすごく多いですし、山のものも多いし、で人も親切だし、温泉もあるしって、これね、いいことばっかりやなと思って、本当に。だからね、今度ね、でもね、今度ねって言っても日本全国にね行きたいところはまだまだあるんで、岡山県にねまたすぐにっていうことではないと思うんですけど、でもね、また行きたいなって思いましたね、今回ね。明日はね、朝早くに出発したいと思います。それではね、今日はもう寝たいと思います。おやすみなさい。おはようございます。今朝の5時を過ぎました。5時に起きて、でもなぎの散歩も終わって、でこれからもう帰ろうかなと思ってます。で今回は岡山県の旅をお送りしたんですけれども、発見が多い旅でしたね。すごい楽しい旅でした。もう思いのほかに隣の県なんでもう知ったようなつもりでいましたけど、岡山って魅力的やったね。またね、少し先になるとは思うんですけどね、岡山県またぜひ行かせていただきたいなと思います。今回もご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。ありがとうございます。安全運転で帰ります。
う。